バッチリ。ちょっとこう3日間連続で今回させていただきました。申し訳ございません。ちょっとイレギュラーなんですけども、ライブ配信を始めたいと思います。すみません。宣伝事というのがございまして、うるさいね、朝からね。で、今日はこのベネチアを描いていこうと思います。ベネチアの朝日なんですね、これね、朝日、を描いていこうと思っております。あれ？言ってない。あれ？ちょっと待ってね。すみません。来て、ごめんなさい。トシさんもおはようございます。ゆうさんも、MM さんも、スマイリひろみさんも、みちみちさんも、イザルファーさんも、まさおかさんも、ライムちゃんも、ゆきちょるゆきちゃんも、かきねこさんも、おはようございます。すみません。40、タイチャットポップアップ。赤坂さんもおはようございます。くまこさんもおはようございます。かきねこさんも、ちゃんてとさんもおはようございます。こちら書いていこうと思います。すみません、3日間連続で。で、タイトル、サブタイトルに何やったっけ、1層目でほぼ決まるみたいなやつですよ。確かね。昨日書いたんでちょっと忘れましたが、ケンジ、コージ N さんも、コロコロさんもおはようございます。というタイトルでいこうかなと思います。広告を挿入してみませんかって出てるけど、昨日 CM 出たとか言われたけどね。こちらを。で、サイズは、これはですね、ちょっとちっちゃいやつですね。いつも 31×41 のやつ使ってるんですけど、こちらですね。ピュッと。26×36。4号ぐらいなのかなと。A4 サイズよりは一回り大きいというサイズのものでございます。よいしょ。すみません、これをどこかに貼っておかないと。とりあえずここに大きな仕事をするうちはこちらに目の前に貼っておきました。みんなメンバーですねと。もうなんかね、もう皆さん支えられてね、なんとかやってます。ありがとうございます。あとはなんか作品が見えてくるから面白いですよね。メンバーの人のやっぱりこうね、作品も見えてくるし、まあ実際にお会いとかしている方も多くなってきてるから、こんな方ね、みちみちさんなんていうのは、小田切丈に似てるし、あれは誰かな、赤坂さん誰に似てるかな、斎藤工さんかな。僕のイメージですよ。イメージなんでね、なかなかこう皆さんの目のフィルターを通してるので、なんちゅうかね、赤坂さんは僕の中ではなんか東京の斎藤工っていう感じかなと思います。で、早速1層目いきますけども、もう空の部分まずいきますね。で、ここをどうするかちょっと今迷ってるんですけど、船のとこで一回行く方がええのか、船という、ところとちょっと水面で一層目行く、それがええかなっていう感じに考えて、こことここの船のこのシルエットみたいな感じで、ある程度ドンと置いていこうかなと思います。ひろなさん、初めてかな。ちゃこさんもおはようございます。あけみさんもおはようございます。ハーモニーさんもおはようございます。上野の西郷さんに似てると言われたことが、赤坂さん。上野の西郷さんに全然、まあ確かにね、なんかこう、濃いところが斎藤工と西郷さん、なんかちょっと共通点ありますもんね。濃いところがね。マスキングテープするほどではないね。っていう。ちょっとこう、濃いのかもしれないですね。僕の目には完全にこう、斎藤工さんに似てるなと。なんかこう、みちみちさんは小田切丈さんのような、なんちゅうかスタイリッシュな感じに似てるかなと思います。コージ N さん誰かな。コージ N さんは誰に似てるかな。まあシュッとした感じですもんね。シュッとした感じ。よいしょ。シュー。よいしょ。今日ありました。ちょっとパレットまで映りませんので申し訳ない、全部はね。ちょっとこの辺のオレンジ色。しまった。ティッシュを持ってくるの忘れた。
人は誰かにね似てると言われますけど、僕は二代目じゃないね、円楽さんって笑点出てはった人に似てるとよう言われましたね。あとはなんかトコトコ来てる。はいはい、トークンどうした？どうしたん？お、ピースが来た。ピースマンが来ましたね。ピース、一番大事な場面で来ましたね。ピースでピース、写真じゃないからね、動画やからね。なんか歌ってよ。鬼のパンツはさっき歌ってたやんか。どんな状況？歌ってたよ。歌っててねえじゃん。足でやめてみとかね。あんまりこう YouTube に出たがらない弟ちゃんなんですけど、絵描いてんのね。どんな状況、ちょっと白を混ぜます。どんな状況でも絵を描く。特に何になりたいんだっけ、将来？あかんない。ウルトラマンとか言ってなかったっけ？ウルトラマンになりたいんじゃなかったっけ？違うの？嘘、ウルトラマンって言ってなかった？下行く？お兄ちゃん何になる？お兄ちゃん何になるんだろうね。お兄ちゃん仮面ライダー？トークンは？トークン仮面ライダー。仮面ライダーなんだ。そうか。仮面ライダーかっこいいじゃん。仮面ライダーかっこいいですか。トークンちょっと赤を入れてます。パパお仕事ほら邪魔せんよ。赤を入れた。もっと濃厚でいいですね。ねえトークンね。もっと濃くていいよね。この一層目で決まるわけですからね。ビュー。どう？悪くない？悪くねえ。よいしょ。すごい。とこ絵描くの好き？パパ描いてよ。パパ描いてないよ。描いてなかった？この間目だけ。描いてなかった。描けなかった？とこ絵上手じゃん。そうよ。ウルトラマンも描ける。ウルトラマンも描ける？もうとりあえず濃厚に。お、なんか特に質問があったら皆さんしてください。とこカメラここ。おーいって。小山遊園地やってあげてよ。小山遊園地やってあげてよ。やだ。鼻くそ知らないで。鼻くそ知らないで。鼻くそは汚いんだよ。汚ねえよ。汚くねえ。ちょっとこう高さをつけます。よいしょ。どこさ、あそこのさ、あそこにティッシュの箱あるでしょ、青い箱。あれ取ってきて。あそこ椅子の向こうに青いティッシュの箱。あそこ青い箱、ティッシュ。わかる？そう。あ、やばい。やばい。そう。弟子がありがとう。下で待っといて。いえ。弟子がね、今日は弟子がありがとうございました。まだ来んの？アンパンマンだよ。服アンパンマンだね。だそうですよ。皆さんアンパンマンだそうですよ。おはようございます。かわいい、おしゃべり上手。時藤三郎か。車団吉。誰だろうな。よいしょ。こんな感じですね。よいしょ。でドライヤーでちょっと乾かします。早速すみません。乾燥中と。
ちょっと村っぽくなってはしまいましたけど、全然見えなかったですね、乾燥中っていう文字がね、ここちょっと村っぽくなってしまいましたけど、まあ本当はね、自然乾燥でのんびり皆さんやった方がいいですよ。私みたいにね、せっかちチャンピオンだとね。小山遊園地ってそうですよね、多分栃木ですよね。なんか僕も友人が小山高校出身、小山高校出身のやつが昔いたなとふと思い出しました。でちょっとバーンとシェンナとウルトラマリンブルー、さくら金蔵さんのギャグですよね。ちょっと古いですよね幼稚園でも一部の先生は分かったって言ってました。やってみ受けるから言うたら、一部の先生はそれで年代が分かりますもんね。よいしょ、一部の先生だけは分かるというギャグです。そっか、栃木やもんな、少しこの間の旅の余韻が残っているのか、少しこう緑がこの中に、ウルトラマリンの中に入ってしまってますが、もうね、もう透明水彩はね、一層目命よ、本当に一層目でも本当に決まるなと思いますもんね。これが意外と皆さんね、でここのとこでね、この水面のところの濃厚なところはズバッと、これなんかドライヤーで乾かしてる間に宣伝を挟もうかな思ったらね、音消してるから無理やねそうかと思って、よいしょ、でもいろんなこう地域にね、あれありますもんね。いろんな遊園地的なのってありますよね。ビュー、でもライブ配信楽しいっすよ楽しいし、まあ動画をあれする上においては楽やし、ちょっとこう光ってますがね。まあちょっとざくっとこう書いておくところはざくっと書いておいて、よいしょ。足またしてくださいね。バックの音楽そうですか。なんか前使ってたやつが見つからなかったのでごめんなさいね。こてと。こんばんは。おしゃべりちびね上手になりましたよね。藤井先生のご幼少の頃に似てる。まあね、弟のが似てるかもしらんねなんか僕もなんとなくこの間写真見てたら、まあ僕もっと態度悪いしふてぶてしいしね、社会に対してふざけんなっていう顔をしているのは、私と違うところなので、よいしょ、ひどくこうやさぐれている顔してましたね。よいしょ。こういうところが楽しいんですよね、透明水彩ね。なんかね、ビヤッと滲んだりね、こうしていくところとかがね、こういうのが楽しいんですよね。よいしょ。
でちょっとこう木やったりするから少し茶色とかをねテンって足してみたりテンって出してみたりとかね迷うところですよね。海全体をやるべきやったか、今もこう良かったのか悪かったのかはちょっと結論は出てませんけど、まあとりあえず海全体で行く方が良かった可能性もあるし、まあその辺はね次の反省材料にすればいいし、皆さんにとってもねおっさん失敗しようと言うてゲラゲラゲラって笑えばいいわけですからね。僕はもう全然気にしませんのでね。甲賀ファミリーの廃墟の探検に行った時、友人の M2 君が話していました。友人の M2 君、何どういうこと？小山遊園地って言ってた。廃墟探検とか行ってそうやな、みちみちさん。廃墟探検とか行ってそうやな。幽霊とか皆さん信じます？僕は霊自体は実は信じてるんですよ。でも幽霊というのは分からんけど、前も言ったと思うんですけど、親父が亡くなる時に寝てて僕夢出てきて、そろそろ行くなって言って親父から連絡が親父が夢に出てきて、はっと飛び起きて何秒後かにおふくろから電話あって、お父さん今行ったで、夜中2時とか3時やったと思うんですけど、そういうのあったですもんね。だからあれから信じるようになったというか、そういうこう近しい人のあれはあるんやなっていうのをすごいこう感じました。魂みたいなのはあるんやなって。なんかね、双子とかのなんか通じ合えるみたいなのありますもんね。ああいったことはあるのかなと。ただ幽霊自体は全然信じないですけどね。幽霊っていうこうね、見たことまだないので。金縛りも何度かあったことありますけどね。疲れてんやなと思って疲れてんやなと、ズドンとこう大きな下地を作りました。ズドンと。まあ、このバーントシェンナとは分離色ですので、少しこう色がこうなんか分かれる感じみたいなのが案外綺麗やったりとかすると思います。これでちょっとまた一旦乾かした方がいいかな。もうちょっとグイグイいこうか。 NTL アリアさん、ライブありがとうございます。前田さんおはようございます。トム1957さんおはようございます。出かけるのにとう君が来たからどうしよう。とう君が来たということか。早っ、今日100人いる。めっちゃ早いね。どうしたの日曜日のが皆さんにとってはええんかな。まあ僕もなんかね、明日の予定が分かれば今日みたいな感じでできるけど、今日もギリギリでしたけどね。チビたちが起きひんかったからチビたちがなかなか起きひんで、どうないかなと思って起きてくれと祈ってましたけど、最後は若干、家事をしながら起こしにかかったというかですね。これアップで今日見せようか。よいしょ。ちょっと今日ね、なんかアップで見せた方がいいかも。ちょっとここだけやらせてごめんね。右の方にね、ちょっと影になってるとこ、ちょっと。よいしょ。映像構成。なるべく今日ね、拡大してアップでお見せしていきましょうね。赤坂さんは全部いると信じている。おらんと思うこれがなんかすごい弾いたね今。現実主義者的なあれ、これ昨日あれかなね。
リアリスト的なとこなんかな。全部信じてないな。突然無口になって申し訳ない。まあこう他の下のとこが乾くまでの間にちょっとこうね、メイン的な部分をでもそういうの信じれた方が人生楽しいでしょうね。まあ僕は宇宙人はいると思ってます。どっかに。ね、人間がいるわけやから、いるんちゃうかと思ってます。ちょっと間違った。突然細かい仕事始めたね。ぜひぜひ皆さん、質問があったら、特になんか初めての方とかね、質問いただけたら嬉しいかなと思います。まあ技術的な質問に関してはもうだいぶ答えてるからあれですけど、まあたまにね僕が池上彰さんになる瞬間ありますので、いい質問ですねってね。あれを言うタイミングは僕はどんな時なんやろってちょっと考えてたんですよ、朝方。で、考えてみたら、あれはなんか、どう言うたらいいんかな。技術的な時じゃないんですよ、絶対ね。なんかこう、悩んでいて書けませんがとか、まあそういうこう、個人的な感じのなんか悩みのあれで、そこでポッと出てくる。今まで10回ぐらいあったような気がするんですけどね。トータルで。ここだけちょっとね塗り残して10回ぐらいあったような気がしますね。よいしょ。まあ、ちょっとずつこうなんか色変えてみたりとかしてね。よいしょ。ちょっと濃い色をグッと差し込んでみたり。細かいでしょ今日はなんか特別細かいのを見せてる気がすんな。前か。おとといおしゃべるようになったでしょ。なんかね、ペラ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 ね。仏教徒時代にイエスの献芸とか母の葬儀の朝とか母と質感のある会話をしたとか夢で啓示は昔ありました。言う通り幽霊と悪魔は会ったことありません。UFO は米軍が宇宙NTL アリアさんと僕は意見がすごい合うぞ。まあなんか細かい描写って言ってもね、ある程度こうザザザと書いていく感じかなとは思いますが、屋根のこのなんていうの、赤茶みたいな色を今置いていってます。よいしょ。まあね、人それぞれね僕も多分信じれた方がおもろいんやろうけどね。多分僕事故物件とか住んでも何とも思わんと思うんですよね。よいしょ。大学生の時お金ないから、でも絵を描きたいから
どうしようかな思ってだから安い物件ってあるわけですよね。で築年数がえらい古い、そういうところにずっと住み、まあ事故物件ではないですけどね、もちろんねそういうところに住んでました。でも当時事故物件やったかもしれんね言わんかっただけで、よいしょ、でここがこうなってこうなって、今日は9時ジャストにこう始めたというのが分かるからいいですね。よいしょ。ここがこれで、ここが1トン5グレートンになってると。この辺までなってた。よいしょ。まだ全然乾いてへんですね。なんかこう白とか、僕なんかはこう最近こう面白おかしく使うようになってきて、こういうところとかで、今まではどちらかというとなんかハイライトみたいなんでピュッとこう白使ってたんですけど、こういう風になんかこう塗ってる最中に使ったりして奥行き感を出したりすることが最近増えてきました。まあ、そういうのもなんか遊びですね、私のね。よいしょ。ビューとここに豪華客船的なのがある。ケアさんおはようございます。コージェヌさん、一層目は大きな仕事だけだと思ってました。まあこれ2層目ですよこれは一応ここの部分は2層目、ここ1層目、ここ2層目、ここ乾くの待ってます。よいしょ。よいしょ。少しドライヤーまた乾かしますね。よいしょ、すみません。で、下の方の1層目プラス2層目1層目ね、もうこれとこれ、この辺はね地道にやればなんとかある程度皆さんねなりますもんね。ならないですか？どうなんですか？なりますよね。よいしょ。ライムちゃん、絵によって乾きが早い遅いってあるんでしょうか？紙によって乾きが早い遅い、どうやろうどうやろう、あんまり感じたことは僕は。でも熱い 300g とあれってあるんですかね。皆さんのご意見をお聞かせください僕はなんか本当になんか
乾かし方みたいなのには別に特段の興味を持っていないから、皆さんの方が多分ね、持ってないというか、まあなんかね、皆さん教えてください。どうなんですか？やっぱ違うんですか？まあにじむでしょうね、ここね。まあええわと。何回もやるとよりね。皆さんどうですか？よいしょ。いいじゃないですか。かっこいいじゃないですか。こんなんをちょっと求めていた感があったんで。ええやないの。ええやないの。なんかカチッとしてるとことボワッとしてるところの差みたいにつけたかったんですよ。ええやないの。髪のあれによってどうなんですかね。あんまそこは僕も考えたり感じたことないな。あるんかね。皆さんどうですか？長いこと僕なんか絶対長いことやってはる人いっぱいおるやろから。10や。ね、ちょっとぐらい取れてもええわと。おもろいやないけ。よいしょ。髪の種類によってどうなるな。あんまり感じたことはないな。すいません、ボソボソ言ってあるんでしょうけどね。なんか逆にこう僕なんかは乾くの遅い方がええという時が多いというか、油絵とかがね慣れてるからですね。本当質問されるとこうやって皆さんにねきっかけになるので。髪によって吸収のしやすさは大きく違うので、その結果乾きが違いを感じることはあります。赤坂さんありがとうございます。そうきたか。1層目兼2層目みたいな感じで。なんかこれぐらいブワーッと潰れててもおもろないですか？僕はそう思って、やろうかな思いました。でこうね、ちょっとね、ここ向こうのが少し映ってる感じね。これは予想できなかったですか？ではティッシュ箱ティッシュ無駄遣い用選手権で第1位やからね。すみません、今日はオンドライヤーで申し訳ございません。またドライヤーをかけさせてもらいます。よいしょ。
はい、すみません。まだ完全ではないですけど、ね、柔らかい感じで、下地になって、まあ、空の方はちょっとムラっぽくはなってしまったんですけど、空の方も少しこう2層目を塗っていきましょうか。1.5 層ぐらいな感じ。でもなんとなくこの雰囲気みたいな作れましたよね。で、MM さんの質問なんですけど、層にして描かなくてはいけないんですかという質問なんですけど、MM さん、僕ね、基本的に何々しなくてはいけないっていうことはほぼ言ってないはずです。で、ここもとにかくこう徹底して物事を僕は考えてほしいと思ってるんですけど、何々しなきゃいけないっていうのは美術にはないんですこれもう本当にもう何々しなきゃいけないっていうことはなくて、この絵に関しては少し層を作っていこうかなというふうにしています。油絵の場合は層を作った方が大人っぽくはなるよという日本語を使っています。わかりますか？で、一発で描いている絵ももちろんこうね、こういうアラプリマみたいなんでかっこいいですっていうことも言うてる。だから何々しなきゃいけないんですかっていう日本語を、美術をやるんやったらもう捨ててください。まあ私の YouTube 見るんやったらねもうカリスマ的な先生にね、これしろあれしろって言われるのが好きな方はそちらの方に行ってください。これじゃないとダメ、あれじゃないとダメというこうね、鬼軍曹のような先生のところに行かれてください。いるのか知りませんが僕はもうだからそれは皆さんの選択するね、あれを広げたいというだけの話なので、こうしなきゃいけないんですかとかっていうことを言いたくない。わかりましたか？それでこう結構ね、皆さん結構ね、でも先生方も多分そんな風に言ってないはずなんですけどね、でも結構こうしなきゃいけないって言われましたって。いやー、多分言葉尻を皆さん取ってんちゃうかなと僕は思ってるんですけどね。先生方によって、いやいやこれはこういう意図でこの絵に対してはこうやでって言ったつもりが、皆さんがなんかこうしなきゃいけないという物事の捉え方をしてしまって、それでこう苦しめていくというかっていう人をよく見かけました。よいしょ。厳しいようですけどね、もうごめんなさいね。このそうしなきゃいけないんですかっていうのも早くなくしたい。何か答えがある場合はなんかそれに向かっていくときはおそらくそういった言葉が出てくるんですけど、皆さんの目指す方向が僕は知らないので知らないし、よいしょ。ピュッ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 、なんかゴミみたいなのありました。何やったらね。よいしょ。この絵に関しては少し層を使っていってます。よいしょ。今マスキング液みたいなのとかも使わずに今日はいってます。よいしょ。どうしてそうにするんですかどうしてそうにするんですか。どうしてそうにする。まあ深みが出ますしね。透明水彩っていうのは絵の具をこう重なって透明と透明やからですね。透明水彩という名前の通りですね。でこれ今こう例えば赤を塗ることによって下のこう黄色と重なってオレンジ色に見えるというようにこう深みを出していくということができると。油絵の場合とかってやったらそれによってまたね深みみたいなのも出てきますと。にじみが綺麗です。ある種太田フォトと比較して、紙にザラザラ感があり、深みのある仕上がりになるのではと思ってますと。ひろこさんおはようございます。糸小さにじみが綺麗ですと。質問難しいねこれね。
目から鱗です。どこがどこがとかって言ってどこがとか言ってそんな大したことしてるつもりはないですけどね、皆さんからとってそう見えるなら僕は良かったなと思いますけどね。ありがとうございます。チアさんおはようございます。ヒロさんおはようございます。吉田博さんの版画みたいですと。あれ木版ですもんね。すごいですよね。よいしょ、これ書いてかな。でギュッとこうね引き締めるようなところがあったらガッガッと、昨日のね人物なんかも、各ポイントみたいなのをぐっとこう引き締めにかかる瞬間っていうのはああいうのがやっぱり難しいんでしょうけどね。茶色がついてるわ。あとは透明水彩はやっぱりこうやりすぎたらやっぱりちょっと汚くなっていきますもんね。こう絵の具がでなるべくこうパレットから出して、そこまでこうごちゃごちゃ混ぜすぎん方がええのかなと思っていて、でそれがこう層になっていくと。ピピピピちょっとねこのもうあそこで石垣で感動しまくったエメラルドグリーンの、しかし観光客があんな多いんですね。石垣島ってもうびっくりしました。いや僕のあれがでも1000人に会えたからですね、僕は嬉しかったですが、こういうところにねちょっと白とか入れたら意外と綺麗なんですよ。1000人に会えましたんでですね、ああいった感じの人に会えへんのちゃうかと旅の道中思ってたんですけど、チャンテトさんの親友ということでですね、ヤギ仙人という人にお会いしました。ヤギのねもう絵描こうかな思ってるんですけどね、ヤギ仙人のヤギですね。ヤギ仙人虫っこ1匹殺したことないんですけどね、の お庭で飼っていたヤギを絵に描こうかなと近々思っています。で物の端っこって大事ですよ。物の端っこね。よいしょ。ここやったらこういうとこね。こういうとこね。チャンテスさんね大親友ですよね。いや本当にもうなんか面白かったわ。ウミガメの件は話さん方がいいですよね。ウミガメのウミガメの件はねようわからんけど、ウミガメの話もされてました。ウミガメも友達やって竜宮城に2回ぐらい行ったことあるっていう話してありました。だから竜宮城に行ってまた年取ってね、またなんか若返ってまた年取ってみたいな、なんか竜宮城の何ですか浦島太郎の話ってその石垣島のヤギ仙人が元になってるんですって。で今年の頃言うてダヴィンチと同い年ぐらい言ってたから、1400何年生まれぐらいとか言ってはりましたけど、写真撮れなかった。ちょっと失敗した写真撮れなかった。本当にね、写真なんか撮らせてくださいっていうのもなんかね、ちょっとなんかもう1000人やからですね、こう世の中とこう隔絶したところで生きてはる人みたいな雰囲気がもうプンプンとして、奥さん普通の人やったんですけどね、で端っこね、こう端っこめっちゃ大事ですよ。
まあ、たまたまこれ黒くっていうか暗く強く見えるのでギュッとこうね、こうやってペッペッと。ピア ABC さん、ピア ABC さん、セピア調の仕上がりになったのでは、香りも良さそうです。何の話だよこれ。よしこマードリックさんかな。透明水彩を色を重ねるのが楽しくもあり怖くもあります。重ねない最初の色が最も強く美しいのもね。そういうこと事実ですよね。だからこう残すようなところは残しつつみたいな感じとかでね、考えていくことの方が賢明かなというふうに思います。まあそれぞれのね考え方やら何やらあっていいと思うんですけどね。ちなみに適当に話してますからね。特に八木仙人の話はね、イメージだけを話してますのでね。石垣島で八木仙人っていう人に会ったんですよ。でもなんかそういう離島の人はそういうヤギをもう一匹ヤギ仙人自身はヤギを一匹も虫自体人生で殺したことないっておっしゃってたんだけど、お祝い事の時とかに一頭丸ごとっていうのがあるらしいですよね。よいしょ。クックックッとなんか引き締めてるだけでも船に見えると思いませんか。クックックックとクックックックともうこんなんで十分見えると思いません？ライムちゃん、ありがとうございます。ある種憧れの神でもう少しうまく描けるようになったら使ってみたいですと。写真聞いてみます。嬉しいな、 LINE で送って何パターンかこうそれで可能ならば YouTube に載せていいかもう聞いてもらえるともうおっちゃん小木曽がめっちゃ気に入ったみたいですってめっちゃもう本当に大興奮して帰りましたって言うといてください。でもう本当に次の日にも行ったんですけど、土曜日で定休日ということで多分ね海の方に行かれてたのか竜宮城に行ってたのか知らんけど、やったのかなと思いますけど、すっごいもうワクワクしながらですね、なんか午前中の配信をどこでやったかな、あそこの神社のとこかな、神社でやったから神社は良くなかったみたいなんですけど、神社の横のところでやったんですけど、配信は消してしまいましたけど、その後にもう絶対もう一回行こうと思って行ったら残念ながら定休日ということでした。ちょっと画面をすみません、縦にさせてください。よいしょ。もうこういう線、もうごめんなさい、ちょっと映ってないこともあるかと思いますけども、筆はこれもラフィーニです。そうラフィーニのこれ OW10、 これは細い線引けますよ。なんかね僕3つ持ってるんですよ。でよく使ってるのこの9のピンと合ってないかな、9の4でもこの OW の10は細い線結構使えて、でもっと細いのがなんか瞑想みたいなやつもなんかその営業の人が来はった時に僕3本買うたんですよ。これか、これ LR の10、もう1本買うた気がするな、4本買うたんかな。でもこの OW の10結構使えますよ。もう僕十分かなと思って取れた、これ先っぽが取れた。インスタントコーヒーで絵を描いた話、ごめんなさい、ちょっとどこに行ってしまったかごめんなさい。これのここまでなのよ。いやぜひね八木線に絵描きたい。ジョークも分かりそうな雰囲気やし、なんかもうほんと島の人っていう感じ。
こういうところはね、少し慎重に描いて、ちょっとこう前後関係で前よりもこう暗くなってしまってるなとか思ったら、なんかこういうところに少しこう白とかをね、全部じゃなくてもちょん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 とか入れたりすると、また雰囲気が変わったりしますのでね、ちょっと濃すぎるね。まあ手前もっと強くしましょう。そっちが早いわ。ごめんなさいね、これが抜けてしまった。ついに抜けてしまった。ただその辺の布をただ巻いてるだけです。こうただここの音がね、カン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 音せんようにしてるだけですので、別にこれが特段なんかのあれでもなんでもないです。単なるアクリルの棒です。まあね、もうめちゃくちゃ名村さんに僕は貢献してますわな。貢献してますわね。1000人のを描くというサムネの動画がアップされるのを楽しみにしてます。そうね、1000人を描くはもうみちみちさんに任せよう。編集はね。小広さんはすごくこう女性でね、可愛らしいチャーミングな女性で、どちらかというと優しい雰囲気の動画を中心に、ちょっとセンセーショナルちょっとこう陰影をつけた感じで、窓の近くかなんかでこう撮ってもろって、少しこう引き気味のでスマホで撮って、すいません、いろんな要求をダラダラ言いましたが、筆はこれもラフィンですか？油絵でもいい筆があれば、僕結構もうなんか筆のこう動画確かね上げてますよ。油絵でもね、油絵の筆ね、売り切れたらもう本当にねもうごめんなさい、ここだけは本当申し訳ないですけどね、売り切れたりしたらもう本当に商売が上がったりなってまうから、本当にこうあんまりやりたくないんですよ、正直なとこ言うと。別にこう意地悪でもなんでもないですよ。なんかね、本当にこうまあ、ラフィーニさんをねめっちゃ使ってる人からすればふざけんな大げさって今言うてはるかもしらんけど、品薄状態ですって書いてあったから。でもまあ水彩の筆ってどちらかというと結構長持ちするじゃないですか。で油絵筆って長持ちしないやつはしないんですよね。下手すりゃ1ヶ月ぐらい使うたら買えるとか、僕そんな筆結構あるんですよ。でもそれがなくなってしまったら今度ね買うたりした時に顔を持った時になかったりすると、だから一応なんか筆のおすすめですという動画一応上げてます。それだけで勘弁してもらえると助かります。いつぞや上げたか忘れましたが、必死で探してください。必死でねえ、ほんとなんか油絵はね結構買い足すというか、変えたりするのでごめんなさいね。ラフィーニさんのもねなんかちょっと間違えましたねちょっと間違えたね。ここなんかこう紫色なんですよね。ちょっと薄めにしたい、ちょっと薄めにしたい。ただ僕本当にこのなんか1900円ぐらいのこれとかめっちゃ使えますよ。キープスマイリングって書いてある油絵で昨日僕使ってたのでこの辺なんですよ。このキープスマイリングとかアーティファイとかどれやろな、キープスマイリング、この辺これめっちゃ使ってたんですよ僕。それ言うて売り切れたらちょっとショックなんですけど、めっちゃ使ってたと思います。本当に日頃も結構使ってますよ。今後ろででっかいの書いてますけど、ライムちゃんあくまで参考にもうね、なんかね参考に
そうよ、もう参考によ、もう本当にね、皆さんのなんかこう感覚があるじゃないですか。その感覚みたいなのはなんかみんなそれぞれやからね、皆さんじゃあ3択ちょっと作っていい？ちょっと3択まだ作りますよ、ごめんなさいね。これとね Q&A アンケートを開始。ちょっと待ってね。よいしょ。ごめんなさい、ひらがなで。間違えた。よいしょ。皆さんにとってやっぱりこういろいろあるじゃないですかそれぞれのやっぱりですね、ぜひぜひ答えてみてください。好みの問題ってなんかこう入れないんですよね。だからもう僕なんかはね、あれのあれが好きやとかね、あれのこれが好きやとか。はい、皆さんアンケートですよよいしょ。ビュー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 
ビュービュー、よいしょ。このなんかな、影の中のグリーンみたいな。ほらほらほら、やっぱでも老舗が今んとこ1やね。その好みはね、どうしてもね、使う色とかも僕好みやと思ってるんですよ。だからこの色とこの色とこの色使いなさいっていう感じのがなかなか僕は言えなくて、皆さんの好みでええんちゃうかなと。激落ちくんがちょっとめっちゃ汚いんでちょっとすみません。なんかこんなブロック状のやつなんですね。よいしょ。お、松屋のね定食も美味しいですもんね。はい、こんなアンケートしてられるかって思うかもしれないですけどね。ごめんなさいね、石垣島にはねすき家さんはあったような記憶あるけど、ね、ファミリーマートありましたね。逆になんかこういろんなもん、街もどこも似てきてしまってて若干面白くないですよね。なんかこの大型、別にその大型店を否定しているわけじゃないですよ皆さんねもう一個一個なんかね言わんといかんっていうのはね、昔はなんかこうね、この名古屋はなんかちょっとあんま見たことないもん、名古屋限定のチェーン店が結構あるなと思って見てましたけどね。どうですか。だって佐賀もなんか初め来た時はなんかね、佐賀しかないようなラーメン屋とか、あ、ええねとかあったんですけど、まあ、ラーメンは相変わらずやけどね、大型の量販店やらなんやらができてね。よいしょ、ほら、好きや、僕も好きやです皆さん終了35票ですけど、僕も好きやです。はい、いろんなバリエーションがあってですね、そういうことでございます。中尾は牛丼屋じゃないですよねって。
牛丼が嫌い。私も行ったことない。中尾って牛丼屋じゃないんですか？蕎麦屋、うどん屋なんですか？あ、そんなんや。知らんかった。僕が東京行った時なんか牛丼屋のイメージだったけど。そうやったんや、知らなんだ。まあなんでもいいです。適当なんで。という感じで、最後詰めていこうかなと思います。まあラフなとこと書き込みみたいなとこですね。中尾ってそうなんや。なんか関西なかったっすっけ？京都かなんかなかったっすっけ？僕はなんか東京にいた時は中尾って牛丼屋のイメージだったけど、うどん屋なんですか？親子丼屋なんや。ごめんなさい。松屋少ない。松屋佐賀最近できたんですよね。元長崎ちゃんぽんリンガーハットのところにできたんですよ。結構入ってますよ、いつも。学生時代めちゃくちゃ松屋行きましたね。ハンバーグとか美味しいんですよね。ちょっとこのストロークはちょっと短かった。うわ、間違った。逆パスになった。ここもちょっと一本ね、多く書いちゃったんですよ。それっぽくはしておきますが。そうなんよ。親子丼屋やったんや。カツ屋はわかりますよ、カツ屋。カツ屋はカツ丼屋でしょ。ただなんかね、田舎やとああいうのできると嬉しいですよね。よいしょ。女性は行ったことない人多いですね。おっさんたちは通常食です。ちょっとコンビニやとどこですか？どこがある？コンビニやったら皆さんどこですか？アンケート開始。あれ何やったっけ？セイコーマートやったっけ？セイコーマートかなんかを書こうと思ったら、皆さんコンビニやとセイコーマートやったっけ？なんか北海道限定の店ありますよね。コンビニ限定？あんまりこちらで見ないやつ。セイコーマートやったっけ？よいしょ。なんか子供の頃にローソンが小学何年生の時に大阪でできて、めちゃくちゃ感動してジャンプを買いに行ってましたけどね。よいしょ。もし質問あったらしてくださいね。こんなアホなアンケートになってしまいますので、質問あったらしてください。セイコーマートね。セイコーマート。セブンに振り込みにでは行くけど、買い物はしない。うちの妻も、いつもなんか、何やったっけ？あれ送ってますよ。何やったっけ？ほら、あれ何やったっけ？何やったっけ？
なんか送るやつ。何だっけ忘れた。よいしょ。1時間ぐらいですかね。今ね、ちょうどね、1時間7分。セイコーマート、そう、北海道かやっぱ。もうちょっとで出てきそうや。メルカリ。メルカリ出てこいだったら、いよいよおじいちゃんやな、ほんと。よいしょ。メルカリ出てこいだったら。温泉行ってで遅れました。激落ちくんは絵の具が完全に乾いた後も使えますか？透明水性は使えますよ。はい、使えます。ただもう完璧には取れないですよ。でも、使えます。完璧に乾いた後。なんかやっぱりこう、絵の具の層が多く重なっているところの方が、よう取れます。絵の具の層がよう重なっているところ。例えばここなんかやったら2層とか塗ってますもんね。こういうところは結構取れますよ。よいしょ。ここに向こうのこれの塔の影がちょっとここの棒の位置がほんの少し左やったですね。細かいけどね。で映っていたらここに少し向こうの色が映っていたりするので、ちょっとこう例えば茶色系を少しこう今白と茶色系をこう差し込んで、今日は弟の乱入は可愛かったですね。近所にコンビニすべてあります。近いのファミマね。何がいった？セブンイレブンが1位なんや。ローソンミニストップ。僕ファミマなんやけどな。ファミマのなんか夏のスムージーがもうあったらもうファミマを探してでも行きますね。夏のなんとかスムージーってなんとかフェラーペチなんやった忘れた。なんかあるでしょ。シャーベットにミルクジャーッと注いだりコーヒージャーッと注ぐやつあるんですよ。あれめちゃくちゃ美味しいですよ。でもまあ他のところもその後多分真似して、あれが一番初めが多分ファミマやったと思うんですけど、すっげえ美味しいですよね。やっぱりセブンイレブンか。僕はごめんなさいね、ファミリーマートを応援してるわけでも別になんでもないですけど、あれがめちゃくちゃ美味しくて、謎なるともうあればっかり探して、ファミマがあったらもう絶対そこに入って、ジャーっとコーヒーとあれ高いんですけどね。で、子供は100円のなんか、なんとかシャーベットみたいなやつを食わしてね、そしたら静かになるっていうね。もうよいしょ。ね、ここなんかもね、ペッペッペッってそんなにこうガチャガチャかかん方がかっこええないですか。ちょっとこう固有色を感じる程度にとかね、してあげたりとかしたらどないでっか。なんかでもかっこいい絵できたような気するけど、僕の気のせいかな。4号ぐらいなんで、いつもなんか6号ぐらいに書くことが多いですけど、今日はちょっとちっちゃめの4号に書いております。特に理由はないんです。6号のある種もあったんですけど、旅行くまで新しいままでいたいなと思ったんで、ちょっと一回りちっちゃい方に今日は書きました。よいしょ。ちょっと今週はすみません、3回連続、3日連続させてもらいました。まあ理由はですね、今日ちょっとまた最後に言いますけども、
ね、最後のマスキング剥がしをね、皆さん楽しみにしている方もね、今何人ぐらい見てるの？それ全然確認してなかった。お、すごい多いね、今日。初めての方、ぜひぜひ皆さん、もうコメントくださいよ。多分今20人ぐらいがずっと言うてるんですけど、全然メンバー入ってなくてもいいので、もうぜひぜひ皆さん、こう、133人なんか久しぶりなんでコメントくださいよ。お願いしますよ。本当。今日はヒーローショーに行くので、何のこっちゃと思うかもしれませんが、11時15分に出ようって約束して、まだ時間あるんだ今日。こっからちょっと書き込みも頑張って見せましょうか。久しぶりにね、なんかね。まあラフなところと書き込んでるところみたいな感じで、まあここのところはだいぶ書き込みできてきているので、少しこう水面とかをですね、でも本当にこう横の線中心なんで、こういうのはもう画面を本当にこう縦にしてあげた方が僕は楽です。ね、こうやってね。セブンのおでんが好きです。おでんって僕実はコンビニの一回も食ったことないですよね。美味しいんでしょ？これいつも思ってるんですよね。食べてみたいとは思うんですけど、なんかこう僕おでんがめちゃくちゃ好きなんですよ。もうめっちゃくちゃ好きなんですよ。でも本当にこうあれにもう大量に作りたいんですよ。いろんな具材買ってきて、もう大量に。おとついおでんやったんですけど、もうめちゃくちゃ好きなんですね。で、なんかコンビニの一人前っていうのじゃもう絶対足らないんで、だから太るんですけどね。鉛筆の線とかね。どっち？お、どっち？トーくん？はい、絶対入ってるの分かってるでしょ。おいで。今日2回目じゃん。うわ、なんか持ってきた。あーはーはーはー。なんか持ってきた人がいる。なんか持ってきた人がいる。どしんどしん。もうちょっとでパパ終わんねやけど。え？もうちょっとで終わんねやけど。こんにちはって。かっこいいかっこいい。何？ウルトラマンメンビスっていうの？ウルトラマン X っていうのがいいの？最近なんかウルトラマンめっちゃ好きやね。案外あっさりいくよね。案外ね、もうちょっと皆さんとコミュニケーションを図りたいとこやけど、意外とあっさりしてますもんね、あの人もね。もうちょっといてもうてもええのにね。お兄ちゃん何してるんですかね。静かですね今日。よいしょ。よいしょ。あ、X の胸になんかつけてたってことか。お父ちゃん全然気づいてあげれんかったね。お父ちゃん何にも気づいてあげれんかったね今ね。X やったんや。よいしょ。はあ。すみません、こういうところはもうね、ネチネチとやっております。いつもよりちょっと多く見てるからもう皆さんちょっとね、豚軟骨、じゃがいも、里芋を入れます。豚の軟骨入れんねや。豚の軟骨入れんねや。それは宮崎のあれですかね。よいしょ。僕も里芋美味し好きですね。里芋美味しいですね。あ、そう、アンケートね。はい、セブンイレブンが1位でした。ファミマとローソンが同率で2位でした。まあなんかね、好きな商品とかがね、そのあれにあったりとか、まあね、それぞれじゃないですかっていうことを言いたかっただけなんでね、暇つぶしに皆さんアンケートにご協力ありがとうございました。ね、つけてましたね、胸にね、バッテンね。気づいてあげれん。おとんも開い。よいしょ。よいしょ。
この辺はね、よいしょ。でちょっとなんか白とかも入れたようなグレートーンとかも入れたりしつつ、塗り残しながらしつつ、稲葉さんありがとうございます。なんか言ってたの？先ほど質問させてもらいましたが、安物のコットンと高級種の明確な差があるのでしょうか？知らない。安物のコットンと、なんかこう安物のコットンと、稲葉さんが答えてくれてるんですが、高価な紙は厚みがありますと。まあ、わからん。ぜひぜひ前田さん自分で買われてやってみてください。僕がここでね、安物はこれやからこうってなかなか言いにくいところあるから、できたらね、画材に関しては本当僕はもう分かってないんですよね。画材に関して質問せえとか言うてるくせにね、ひどいね。安物でもやっぱこう海外のものがいいというわけじゃなく、やっぱ輸入とかそういうのでこう高くなってるんでしょ。多分そういうことが一番大きいんでしょ。円安やったりこう輸入コスト高みたいなんでより高くなってるというところがあって、僕自身はそのコットンとかなんとかってよう分かってないんですよ。コットン 100% でとかなんとかでとか実はあんま分かってなくて、自分が今使ってるのは何なのかもよく分かってないです。質問性とか言っといてね、ほんま適当やからね。よいしょ。本当なんかね、稲葉さん水彩とかねお詳しいんでありがとうございます。まあ僕なんかはこう、まあある種の粗めがすごく最近ちょっとブームなんですよ。面白いんですよ。なんかもうボッコボコしてて、なんか油絵でこうツルツルした紙がすごくこう多いので、反動でこれが楽しくなってるんちゃうかという自分の中で適当に説を唱えているんですが、よいしょ。でもなんかワトソンとかも僕結構使いやすいですよ。キャンソンボードとかもねめっちゃ使ってましたし紙によってまあ何がコットンか何が何かパルプかなんかよう知らないんで、よいしょ。水面を少しこう描いていきましたという感じで、1時間20分ほど経ちました。もう少しで終わろうと思います。あと10分もすれば終わろうかなと思ってます。質問があったら、私が答えれなかった場合は皆さんが質問して回答してくれます皆さんがの質問に私が答えれない場合は、皆様が優しい皆様が、ここは光ってるね。ちょっとなんか淡すぎるね。もうちょっとこうグリーン系ここ深めにしたかったね。なんかね。まあいいか、しゃあないね。よいしょ。ご視聴ありがとうございました。最後もうちょっとね、この木のね、この杭みたいなのをギュッとこう締めて、終わりたいなと思います。グッとね。グッ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 。よいしょ。どくんおいで。おいで。いいよ、おいで。もう終わるから皆さんにさようならして。おいで。ね。うわぁX だ。ほら。うわぁX だ。
変な顔しないでよ。変な顔しないでよ。という感じでございました。質問もないね。大丈夫かな。なんか皆さん答えてください。あら、いっちゃうの？ちょっともう一回、はいはい。変身は X なんだ。仮面ライダー X？ ウルトラマン X？ どっち？すいません。ありがとう、とくんね。ありがとう。ママね、とくんいいよいいよ、もう。下で待っといて。よいしょ。面白いでしょ。子育ても楽しいですよ。しんどいけどね。子育てをこう一人でしてるお母さんとかも尊敬しますよ。もうほんとね。なんかあったある種はそこそこですと。関税の関係とかで価格が決まると思いますが、コットン 100% なら皇室だと。吉子マードリックさん。なんかね、海外の人皆さんある種ってそんな高ないよって言うけど、日本めっちゃ高いんですよ。これ20枚でこう1万円ぐらいやから、今1ユーロいくらぐらい ?140 円ぐらい80ユーロぐらい70ユーロぐらいかなだと思うんですけど、同じサイズで日本のミューズ社が出してるような紙やったら多分3000円ぐらいとかちゃうかな。ちょっとごめんなさいねという感じなんですよ。ヒーローショー変身に行くのかなと。美しいベネチア中丸製の、アラメは良かったです。なんかね、僕本当そのこの紙が薄いやつとか、ブロック式じゃないやつとかっていうのはちょっと僕の中ではなんかリング状のやつ、こんな水をジャバジャバ使うから使いにくいなとかって思うことあるんですけど、基本的にブロック式のもので大体僕はなんかいろんな対応していくので、ちょっと波打つなとかっていうやつもあれば、だからなんかね、作ってもええかなと思うんですけど、なんかね、それぞれの一長一短あるからね。なんか値段に対してはよく頑張ってらっしゃるなっていうこともあれば、やっぱりこうね、伝統のあれやなとかね、ファブリアーノとかね、アルシューとか、あとどこあったっけなんかとかね、あったりしますしね。という感じでございました。バイバイと。アメリカだとウォーターフォードが高いですと。アメリカではウォーターフォードはイギリスでしょ確かね。この間ちょろちょろっと軽めに調べたら、ウォーターフォードはで代理店が多分日本やったらホルベインさんが入ってるんちゃうかな、日本のね。確かウォーターフォードはイギリスやったような気がするんですよね。で、ファブリアーノがイタリア語ですもんね。ある種はフランスですよね。やと思うんですよ。で、アメリカやったら何ですか？お夫婦ってアメリカのなんかあれベンチャー企業みたいな感じで書いてあった気がしますけどね。どの紙にもあまり採用されない。本当僕あんまり興味ごめんなさいね。本当参考にならんことばっかり言ってるよね。もう自分でも分かってるんですよ。いやなんか楽しめたらいいんですよ。紙は紙でね、こんなんおもろいなとか、こんなんええなとかっていう風に楽しめるような皆さん気持ちでやられてみてはどうでしょうか。ご視聴ありがとうございました。もうライブ配信楽しいな。毎日できんなこんなもん。毎日やりたいぐらいですけどね。平日はねちょっと控えておきますけど、土日祝日は多めにやっていこうと思います。水バリスの面倒で、個人的にはファブリアーノアーティスティコ、昨日やってたやつ確かおとついかなはファブリアーノですよ。ちょっとすみません、ちょっとじゃあせっかくやから僕なんか
今あるスケッチブックを外しましょうねちょっといろいろ出してみるだけ出してみますね。ちょっとすみません、長なってますけどね。もう全然書き終わってないくせに山ほどスケッチブックの種類はいっぱいあります。いい絵できたね。よいしょ、ピューチャラ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 。いやー、これ若干で、ちょっと暗く映ってちょっといろいろちょっと皆さんすみません。紙の種類をいろいろ僕が持っているやつを少しねお見せしようかなと思います。ほんの少しお待ちください。よいしょね、せっかくやから今度は紙の話で盛り上がったからよいしょ。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさいね。後で掃除するのは面倒くさくならないようになるべくこう丁寧にいきたいんやけど皆さんお待たせするのもあれやから、ワトソンのあれやもう最悪ですよ。もう今僕の手の中には1234、まだ違うのかなね。一部の会社だけ宣伝してうちもしてくれとか言われたらあれなんで、まだあるけどやめとこう。もうこれぐらいでよいしょ。うまい。すみません、ちょっとね、ごめんなさい。エントリーナンバー1番お夫婦さんのウォーターカラーパッド。これは、A4 サイズぐらいですよね。これね、これ、使ってみてあんま全然問題なかった。悪くないなと。これ確か結構こう安くて枚数がすごいですよ。36枚入りということで、このある種でいくらか知りませんよ。ある種で20枚入りですけど36枚入りということでございますので、気を使ったらね。そしてホワイトアイビス15枚入り、これも8号の 300g。 これホルベインって書いてますけど、これはメイドインジャパン。これはホワイトアイビスはもうメイドインジャパンみたいですね。これ現場で書いてるわ。だいぶ前やね。これごめんなさい、ちょろっとしか見えないですけど、これね多分ね2枚同時に1時間ぐらいで書いたやつや。これね2000ね、コロナの相当前やから2007年、じゃあそんな昔やな。2010、今から10年ぐらい前ちゃうかな。13年とかちゃうかな。これ高千穂なんですよ。高千穂ホワイトアイビス。今びっくりした、久しぶりに。あとはワトソン結構使えます。ワトソンは何も書いてないですけど、これはなんか飲み屋とかに飲み会の時よく持っていくこのサイズ3ホールで持っていくと、絵描いてくれと毎日頼まれた場合は、これは結構重宝します。でコットン F6 号、コットマンですね、F6 号。これはなんかもう一種類違うやつもありました。これはねデッサンする時のように、結構重宝したからと。大昔に上げた動画ね。大昔に上げた動画、もう3年4年前手とか2020年4月ね、リンゴとか、これね2枚と書いてあるんじゃん。こんなんとかね、こんな動画皆さん覚えてます？覚えてないでしょ。こんなんとかね、ちょっと白くぶっ飛んでますけどごめんなさいね。
という感じ、コットマンですね。あとは、最近買ったのがこれですね、イラストレーションボードの、ワトソンの中目。これ3ミリ厚のが売っていたので、3ミリ厚の、やったと思って。で、またワトソンが出てきました。これも4号。あと、ウォーターフォードの、粗め 300g、12枚閉じ、F65 サイズ。クラシックウォーターカラーペーパー、ホワイト。これメイドインイングランドって書いてますよね。ということで、これはコットン 100%。まあ、これはある種ですけど、ごめんなさい、マイクボソボソ言ってね。はい。そう、いっぱいあるよ。これはこの間のあそこでね。はい。ね、いいでしょ？めちゃくちゃいいと思います。これ今ホームページで販売しています。そしてこれファブリアーノのですね、先ほどのコメントであったのこれでしょう、これ。こっちなんじゃないですか？アーティスティコ。こちら。で、この間、の方はこっちのファブリアーノを使いました。この紙の途中でやめてる、すごいでしょ。はい。で、ある種の細めもまだ開けてないものがあります。どれだけかかるね、これからかかるという感じでございました。なかなかすみません、最後紙の。ただどれがどうとかっていう自信があんまりありませんので、皆さんも適当に、頑張ってくださいという感じでございました。いろいろ眠ってる絵があるんですよ。紙っていろいろあるんですねと。皆さんのアドバイス、コメントとても参考になりましたということで。先生ほどマスキングテープを雑に剥がすある種が強いからじゃあ、あといけます。面白い。ありがとうございました。楽しかったですか？ということで、紙、僕、いろいろ使ってますけど、絵以外にも何事も大サービスで楽しいですと。ありがとうございました。ということで、ございました。覚えてますということでね。もうこの辺のやつも、メンバーシップのスペシャルサポーターになった方にガンガン、ね、配れそうならだんだん配っていこうかなと思いますので、スペシャルサポーターになられた方ね、たまに1年に1回は確実に差し上げますけど、半期に1回なんかね10人だけに差し上げるとか、そんなあってもおもろいかもしれませんよね。ということで終わります。ありがとうございました。ヒーローショーに行ってきます。終了。